こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、せっかく出会えたチキンジョッキーの騎乗主がいなくなってしまったところまでです。出会いがあれば別れもあって、マインクラフトってほんとロマンチックね。そうだったんですか。さて今は、一度ネザー要塞から離れて戻る途中なのですが、現時点の知識や予想をちょっと整理してお話しします。まず、ネザー要塞内にモブを沸かせるには、17チャンク四方の範囲内にいるモブの数が、上限に達してない状態を作らないとなりません。17チャンクということは、デフォルトの描画距離と同じ範囲よね。ですね。で、モブをディスポーンさせる方法は、倒す、待つ、移動するの3種類です。このうち最も手早いのが、移動でモブを一掃する方法と思われるのですが、何か隠された条件があるのか、どうもディスポーンしない場合があるようなんです。今は、それを手探りしているところです。もう少し手がかりが欲しい、というわけでまた探索に入ります。まずは鶏の生存確認です。元気そうね。そして生存確認だけで終了。湧いてません。鶏小屋の方は随分増えてきました。さすがネズミ山です。49周目も全く湧いてませんでした。さて、拠点の近くでガストの襲撃を受けた場所を手直しして、ちょっと休憩を挟んだ後のことですが、起動した途端、ゾンビピッグマンが湧いているんです。これは珍しいものを見たわね。いえ、前に一度だけ起動した直後にブレイズが湧いたのを見たことあるんです。もしかしたらこれはヒントになるのかも。お、29体目も湧いている。しかも骨と石炭が落ちてるし。ウィザースケルトンからのダイイングメッセージね。へえ。で、なんて書いてあるんですか？ここ掘れワンワン。つまり、高さ3段まで掘れってことですね。湧いたの2度目ですし、もうそうします。さて、スタート画面に戻って起動した直後に湧いた件なのですが、本当に偶然なのでしょうか？先ほど2回探索して2回とも湧きはゼロだったんです。それを考えると、ちょっと確率は低そうね。はい。で、起動直後、17チャンク四方にモブが再配置されるまでの間に湧いたのかな、と思いました。例えば、9チャンク四方まで読み込まれた段階でモブの湧き数をカウントしたら、少ない数になりそうですよね。よほどモブが偏ってなければ、湧き数の上限より少なくなりそうね。ということは、スタート画面に戻って起動し直す、というのをひたすら繰り返せば、うじゃうじゃ湧くのかな。一応もう一つの可能性も考えてはいるのですが、まずは湧いたのが偶然ではないことを確認してからですね。また湧きが減ってきたら試してみます。とりあえずこんなもんかな。続きはまた今度にします。さて続いて51回目の探索です。探索始めたばかりのところなんですが、ブレイズが近くに湧いたようですね。湧いていたのは外でした。どうするの？ネザー要塞の外に湧いたわよ。まあ湧いたら音でわかりますよ。前に、3つ目の要塞を掘り当てようとした途中でエンダーマンの声が聞こえた時、十数ブロック上に掘ってようやく見つけたことありましたよね。16メートル以内にモブがいるなら、音が聞こえるそうです。さて52回目です。お、ちょうどゾンビピッグマンが良い場所に湧いているので再検証してみます。実は、聖地や壁作りの録画データ見ながらネザー要塞の概略図を作ったんです。お、ここにも3匹いますね。拠点近くにいた3匹の群れはここで、今見つけた3匹はここですね。で、今いる位置は星のあたりです。ちょうど32メートルを超えてディスポーンのカウントが始まったところでしょう。
カウント開始から35秒ほどで星の位置まで来ました。ゾンビピックマンから128メートルほど離れた場所です。で、17チャンク四方の内側は赤紫の範囲です。つまり、モブの上限を数える範囲であり、デフォルト描画距離の範囲でもあるのね。70秒ほどで一番奥の探索が終わり、星の位置から戻ってきています。赤い星のあたりに着くまでは、4階建てのネザー要塞の全域が、デフォルト描画距離内に入ります。なら、リスポーンのカウントがまた進み始めているわね。カウント再開から25秒ほどで32メートル圏内に入りました。リスポーンカウントは0秒に戻ったはずです。もしも描画距離外でカウントが凍結してたなら、合わせて60秒ほどなので、モブは半減しているはずですね。モブの欠損はなしですので、おそらく描画距離外に出たモブのカウントは0秒にリセットされるのでしょう。うおー、きたー。31体目にして、ようやくウィザースケルトンの頭をゲットです。で、音がするのでまだいますね。これで32体目です。さて、久々にレベル30まで溜まったので、リスポーン拠点でエンチャントしてきます。先ほどの検証で、今までよりもリスポーンの条件が分かってきた感じです。まだ断定できないですが、待つ、という方法を取るのなら、描画距離外に出たモブのディスポーンカウントがクリアされる可能性を考慮しないとならないですね。移動の方については、実際には128メートル離れたモブがディスポーンしないことがあるようです。少し前の話に戻りますが、ゲーム起動直後にモブが湧きましたけど、128メートルより離れていてもディスポーンしていなかったモブが、一斉にディスポーンした可能性もあると思うんです。どういうこと？例えば、128メートルのディスポーン判定が行われるのは、湧いた直後と、ゲーム起動直後だけなのかもしれません。一度湧いたモブは、その後128メートルより離れてもディスポーンしないってことね。まあ、今の手持ちの情報ではそのくらいしか思いつかない、というところです。さて、インフィニティは、もう8回目のトライです。またダメね。この分だと、エンダードラゴン討伐よりもウィザー討伐の方が先になりそうね。エンチャント率が増加するエンチャントが欲しいです。ここのゾンビピックマンは相変わらずのようです。お役目ご苦労さん。さて、今から30分ほど連続探索してみます。今までの連続探索はほぼ20分までで、30分続けたのは1回だけなんです。念のためもう一度やってみます。いた。これで34体です。子供がいる。これは再検証のチャンスですね。奥まで探索して戻ってきましたが、まだ子供がいますね。子供が同じ場所に再度湧く率は非常に低いでしょうし、距離は最大で145メートルほど離れていたはずです。やはり、128メートルのディスポーンはしない時がありますね。だいぶ確信持てました。外でスケルトン系が湧いた音がしたので探してます。おお、いた。これで35体です。どうやらここの天井で湧いたようです。ぼちぼち手入れした方がいいかな。さて、30分探索も終了しました。今回の探索結果はこんな感じです。脇が停滞してきたので、試しに遠出してからもう少し探索してみます。
戻ってきました。まずは3回ほど潜ってきます。とりあえず駆けつけ3杯ね。どこの宴会の遅刻ですか？3連続空振りでした。湧いていたのはゾンビピッグマンの4体の群れだけで、うち3体は探索中にリスポーンしました。しかし、この時を待っていました。今こそ検証すべき時ですね。おお、湧いた。ゾンビピッグマンとブレイズが湧いたわね。やっぱり偶然とは思えないですね。起動した直後は湧きやすいのか。さすがに偶然ならできすぎているわね。あ、こっちも湧いてるじゃない。おお、これ、案外使える手段かもしれないです。でも、この方法を使うの？目指していた方法とは、ちょっと斜め上の手段よね。そこが問題なんです。でも検証はしてみたいですね。今後何度か試してみます。さて、今回はこんなところで。ではまたね。バイバイ。